スグレマン自動車用品の久田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ポンコツ軽トラタイミングベルトです。走行距離7万キロ、タイミングベルトは10万キロごとの交換となっていますが、17年の年数が経っていますので交換します。タイミングベルトが切れてしまうと突然エンジンが壊れます。無用なトラブルを避けるため、バッテリーのマイナス端子を外します。タイミングベルトを外した状態でうっかりセルモーターを回すとエンジンが壊れます。作業の邪魔になりそうなショックアブソーバーを外します。カバーのボルトが錆びついています。オルタネーター2箇所のボルトを緩めてオルタネータークーラーベルトを外します。オイルレベルゲージも外します。ウォーターポンプを交換しますので、ラジエーターのドレンコックを緩めて冷却水を抜きます。クランクプーリーの固定にプーリーホールドレンチを試してみます。ベルトがスリップして固定できません。V ベルト用のためリブベルトのクランクプーリーには使えませんでした。バッテリーマイナス端子の接続が外れていることを確認します。セルモーターを外します。フライホイールを固定してクランクプーリーのボルトを緩めます。21mm の六角ソケットを使うことにしました。ソケットの落下防止のためワイパーゴムの芯を通しました。フライホイールのリングギアとミッションケースでソケットをしっかり固定できました。クランクプーリーのボルトはかなり固く締まっているので、スピンナーハンドルをパイプで延長して緩めます。ボルトが緩みました。引っ張るだけでクランクプーリーが外れました。カバーを外します。タイミングベルトは伸びていますが、すぐに切れてしまいそうな損傷はありません。タイミングベルトを外す前にカムスプロケットの取り付けボルトを少しだけ緩めておきます。カムのオイルシールを交換します。クランクプーリーボルトをクランクシャフトに取り付けます。プーリーをつけていない状態でボルトを締めるとネジ山先端が潰れてしまうことがあります。この車の場合は問題なさそうですが、念のためワッシャーを挟みます。クランクを右に回してクランクのアイマークを合わせます。カムのアイマークを確認します。半回転ずれています。もう一回転クランクを右に回します。カムのアイマークが合いました。1番圧縮上支点、4番排気上支点の状態です。クランクボルトを外しておきます。
テンショナーの取り付けボルトを緩めてテンショナー本体をいっぱいまで押し上げた状態で取り付けボルトを締めます。タイミングベルトを外します。ひび割れや亀裂はありませんでした。テンショナーを外します。ベルトを貼るためのスプリングです。ウォーターポンプのドレンコックを外して冷却水を抜きます。クランクスプロケットを外します。カムスプロケットを外します。ベルトカバーを外します。カム角センサーがついています。パーツクリーナーとブラシで掃除をします。ウォーターポンプの取り付けボルトを外します。外れません。1決めのピンが錆びついています。外れました。エンジンオイルが出てきました。ウォーターポンプに水漏れやベアリング異音など不具合はありませんでした。スコッチブライト7447で掃除です。頑固な錆汚れはスクレーパーで剥がします。極細のオイルストーンで最終仕上げです。パッキンの後に見える黒い部分は鉄の腐食です。この程度であれば問題ないと思います。先を尖らせた千枚通しです。カムシールに小さな穴を開けます。タッピングネジを取り付けてバイスプライヤーで引っ張りカムシールを外しました。次はクランクシールです。カムシャフトやクランクシャフトおよびハウジングに傷をつけると大修理になってしまうので要注意です。オイルシールの内側のみシリコングリスを塗ります。オイルシールを手で押して取り付けます。オイルシールが斜めにならないように注意しながら押し込んでいきます。市販の塩ビパイプとハンマーを使っています。カムシールは 38mm のソケットを使いました。新品のポンプを手で回して確認しようと思いましたが、空回し禁止です。
冷却水のない状態で空回しするとメカニカルシールに傷がつくと書いてあります。パッキンの組み付けです。パッキンがすぐに取れてしまいます。パッキン全体にシリコングリスを薄く塗ります。ポンプを取り付けるときにパッキンがずれたり外れる心配はなくなりました。1決めピンに合わせてウォーターポンプを取り付けます。取り付けボルト6本均等に締めます。ハムスプロケットを取り付けてボルトを手で締めます。クランクスプロケットを取り付けます。ゴムパッキン4箇所を新品に交換します。タイミングベルトを貼るスプリング、新品です。スプリングは上下の形状と方向を確認して取り付けます。テンショナー本体をいっぱいまで持ち上げて取り付けボルトを締めます。不要になった古いベルトを取り付けます。ハムスプロケットをタイミングベルトで仮固定して取り付けボルト3本締めます。クランクプーリーのボルトを取り付けます。新品のタイミングベルトです。白い印2箇所をカムとクランクのアイマークに合わせてベルトを取り付けます。ベルトの上側、ほとんどたるみがありません。ベルトの下側、大きいたわみがあります。テンショナー取り付けボルトを緩めます。テンショナーがスプリングの力で下側に引っ張られました。タイミングベルトの張り調整ができましたので、ボルトを締めます。ラジエーターのドレンコックを閉めます。エア抜きキャップを外してクーラントを補充します。エンジン側のエア抜きです。車内の足元にもエア抜きがありますが、今回は触りません。ヒーター関係のエア抜きです。クランクシャフトを右に2回転回します。クーラントを補充しましたので、ウォーターポンプの空回しにはなりません。クランクのアイマークを合わせます。カムのアイマークが合っていることを確認します。ベルトの上側、ほとんどたわみがありません。ベルト下側、たわみがあります。2回転回してベルトが馴染んでいるので、もう一度テンショナー取り付けボルトを緩めます。テンショナーがスプリングに引っ張られて少しだけ動きました。テンショナーの取り付けボルトをきっちり締めます。新品のタイミングベルト、張り具合適正です。
これ以上ベルトを張ってはいけません。クランクのボルトを外します。カバーを取り付けます。オイルレベルゲージを取り付けます。クランクプーリーを取り付けます。フライホイールを固定してトルクレンチでクランクボルトを締め付けます。ヒーターがよく効いているので冷却水は正常に循環しています。試運転です。絶好調です。エンジンが静かになりました。オイル漏れ、水漏れありません。完成です。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。